自民党がなぜ強いかっていうと、クソ野郎自民党めちゃくちゃ多いんですよ。なんか米なんか買ったことねえし、俺米毎回新車にもらえるから、うちの米倉庫には米いっぱい入ってるから、マジ米高いとかわかんねえわっていうのを、農水大臣が言ってんだよね、日本って。米の値段高いのに。っていうぐらいクソ野郎なんだけど、でも自民党がなんで強いかっていうと、クソ野郎を集めて票数が多いから強いんですよ。これでそんなわけのわかんないことを言わないまともな人だけで集めようとなると票が減るんですよ。なので政策を実現する勝つというのは、どんなクソ野郎でも受け付けるという政党がある限り同じ土俵に立たないと勝てないんですよ。自民党はクソ野郎でもいいよって言ってクソ野郎をどんどん集めて過半数を取って与党になってるわけじゃないですか。ってことは、うちらもクソ野郎を集めるっていうクソ野郎を集める対決をしないと絶対勝てないんですよ。まともな人だけでやろうぜって言ったら、もともとだって国民民主党10人とかでしょ、政治家。勝てるわけないじゃん、10人で。なので200票300票取るっていうのをやるんだったら、やっぱりクソ野郎を集めなきゃいけないっていうのを国民民主党に投票する側の人も気づかなきゃいけない。祖母が米農家を建てましたので暴露します。農家の赤字だ儲からないは半分本当で半分嘘です。全部とは言えないですが、私的経費や助成金や自家消費や親族への給与、労実態出しを考慮に入れてないことが多々あります。例えば近所に米をお裾分けしたら申告しないといけないことは祖母は知らなかったです。こんな64問題をなくすには監査法人が入るような大企業の総人参入が一番の手間ですか思いますか。そうなんですよね。黒4って言われたり統合3って言われたり、どういう意味かというと、農家の人って 40% ぐらいしか収入を申告してないよねとか 30% ぐらいしか申告してないよねっていうので結構バレないんですよね。商品を作りました。でもその商品を近所の人、親戚にあげました。これ本来日本の税法上はそれをあげるという行為をすることによって何らかの便益を得るということをやったわけだから、それはちゃんと商品として提供したっていうので納税しなければならないというルールなんですよ。例えばじゃあ僕が団子屋さんでした。1日に1万円分の団子を作りました。じゃあ1000円分の団子を誰かにあげちゃいました。これあげちゃったというのは、あくまで作って1000円分の価値というのを誰かに渡したと。なのでこれは売上と同一であるっていうふうに税務署は考えろって言ってくるんですよ。1000円分の団子をあげて見返りに何かをもらったりするわけじゃないですか。なのでそれは1000円で売ったのと一緒なんだから、その分を納税してねってことになるんですけど、でも基本的に納税しないですよね。八百屋さんとかもちょっと傷んだのとかあげちゃったりとかで、農家の人とかも作った米とか親戚だったり知人だったり近所だったりに配りまくるっていうのなんですけど、そういう感じでそもそも作ったものの全体を申告しないので、なので本当であればお米を作った段階では、じゃあ500万円分の価値のあるお米を作りましたと。でも実態としては近所に配ったりとか自分の家で食ったりとか、年間にも30万円ぐらい自分家で食うんだよねみたいになったら、それもできなかったことにしちゃうみたいなので、自家消費だったり近所に渡したりっていうのをあくまで売上として申告しない。なので結果として売上高としては少ないよねっていうことになったりするので、なので農家って売上少ないよねとか、1年間働いた割になんか100万円ちょっとしか儲かんないとかっていう本当に大変な人もいるんですけど、ただそれは売上の過少申告がしやすいっていう、お裾分けってやつですね。はい。そうそう、漁師もめっちゃ配るんですよ。漁師の場合は売れなかったら捨てなきゃいけないからとか、流通しないような魚とかっていうのもあったりして、例えばじゃあカワハギ漁という形でカワハギは買ってもらえるけど、その時にたまたま釣れたウツボとかは市場には売れないので、それを周りにあげたりとかっていう感じのがあると思うんですけど、黒4はね964っていう数字が964で黒4で、サラリーマンは9割補足されて、自営業者は6割補足されて、で農業やる人は4割ぐらいしか売上補足されないっていうのがあって、なのでサラリーマンって基本的にはほぼ 100% 売上が補足されるんですよ。売上というか給料ね、1ヶ月間働きましたという労働に対して給料という形で支払えるんですけど、会社がこの人にいくら給料払いましたよって書いたのを税務署に送るので、会社員がもらった金額ってもう 100% バレバレなんですよ。例えば給料30万払ってもらっといて、で税務署に俺は20万しかもらってないですって送ったとしても、いやいやあんた会社から30万もらってるでしょってもうバレバレなんですよ。基本的にサラリーマンっていうのは脱税不可能なんですよね。で自営業者だと領収書で経費を増やしたりとか、そもそも売上を申告しないだったりとかっていうので、6割ぐらいしか売上のうち申告してないですよみたいな。ちゃんと申告してる人もですねいますけどね。検察に製品として計上すると誤っちゃうな。検査自体をしてないのと商品になれよねっていう。農林水産省の人が近所の人からもらったっていうのも、一応なんか精米をしていないとか、米の中に多少ゴミが入ってるとかっていうのがあるから、一応商品としては流通不能な状態のものをもらったので、それはあくまでタダである。売上申告しないとバレませんか？いやバレますよ。自営業とかバレますよ。農家はねやっぱバレようがないんですよね。出荷直前になんかもうドロドロになっちゃダメになっちゃって捨てちゃったよねとか、
東京みたいに税務署の職員が大量にいれば収穫の時期に全部見て写真撮ってこれぐらい撮ってるよ収穫してるよねとか調べればいいんですけど、そこまで人数いないので別にもうそこに目くじら立ててもしょうがないよね。でそこで目くじら立てるとその村とかで暮らすの結構きついよねっていうのもあったりするので、割とこう農家というのは税金を払わなくて済む補助金とかもらえるっていうのがあったりします。はい、国債がじゃあ発行し続けた時に円の価値が下がってしまうので為替が下がって円安になってしまうよね。で円安になって1ドル160円ぐらいになった時って結構皆さん困っていたよね。今でもじゃあなぜ米が高いのか。米が高い理由って誰かがボロ儲けしているというのも可能性としてゼロではないんですけど、基本的にはコストが高くなったからなんですよ。要するに石油代が高くなってトラクターだったり運送費だったりとか海外から買う肥料だったりとかいろいろと付随コストとしてかかるようなものというのの値段がどんどん上がっていますと。なので米の値段も上がっています。これは野菜の値段も上がってるし魚の値段も上がってるんですよ。なので燃料も含めていろいろなものの料金が上がっています。これはなぜかというと為替が安くなったので海外から仕入れるものの値段というのがどんどん上がってるからなんですよ。でこれがじゃあ為替がどんどん円安になったらもっと高くなります、日本円の場合はっていう状態になった時にそれは不景気と言えるんじゃないんですか、スタグフレーションと言えるんじゃないですかっていうのを理解できる人は理解できるんですよ。なので円安になり続けるのは良くないよねっていうのは理解できるんですけど、やっぱ信じたくない人は円安になればなるほど日本の景気は良くなるんだって言いたがるっていう信者の人は理解する気がないので、しょうがないよねって話なんじゃないかなと思います。石破総理が日本の美味しい米を輸出すると言ってますが、外国の方に日本の米は受けないと思います。理由は日本のご飯は海苔っぽく外国の方に受けないと美味しん坊で読んだからです。日本の米が美味しいからと輸出するのは日本の文化や外国の方も押し付けてもらいますかどう思いますか。僕これ間違いだと思ってる派で、 GHQ だよね。日本が戦争に負けた時にアメリカがやったことというのは日本人の給食にパンを出すというのをやらせたんですよ。でその当時日本人はパンを食べるという習慣はありませんでした。今じゃあ日本人どれぐらいパン食ってますか。パンを食わせて小麦を売れた方がいいよねっていうのでパンを食う習慣をつけさせたんですよ。で結果として今日本人って米高いからパン食うっていうのでパン食ってる人いっぱいいるじゃないですか。なのでパンって食ってみたら美味しいよね。なんであの当時の日本人っていうのはパンって別に食ってなかったんですよ。でも食ってみたら美味しいよね。じゃあ潮流米とジャポニカ米って言われる日本の米と潮流種タイ米っていうので、じゃあタイの人はなぜタイ米を食っていて日本の人はなぜタイ米はそんなに美味しくないと思ってるか。料理の作り方の違いなんですよ。潮流種の方がカレーを作るとかスープに入れるとか潮流種の方が食べやすいし美味しいんですよ。でもそれをその地域のその料理がわからない状態でいきなり潮流種だけ持ってこられて潮流種をじゃあ日本的な料理にするとそれは米の甘みがないから美味しくないよねってなるんですよ。なので日本米をまず送って日本米を食べてその後に日本米に合う料理というのがその文化の中でちゃんと出来上がって長期的に日本米を食べるようになるんですよ。じゃあパンと味噌汁で朝ごはん食いますかって言ったら食わないでしょ。ご飯と味噌汁というのがあってご飯だけをパンに変えてもそれは食事として成立しないよと。なのでパンにしてベーコンにして卵焼きにするから朝ごはんとして成立するので、なので米がある日本米がある状態にして日本米に生卵かけて醤油かけたらめちゃめちゃうまくねみたいなのを外国の人に理解してもらわなきゃいけないんですよ。生卵もあるし醤油も基本的には海外どこでも売ってるので、なので日本米というのはこうやって食べると美味しいよねっていうのをすり込んでこれは確かに美味しいよねっていうので消費量が増えるんですよ。だって日本人なんて昔フランスのワインなんか飲んでなかったでしょ。今毎年何万トンと輸入してると思うんですけど、でそれはワインという文化がもともとなかったのに米と味噌汁にワインなんて合わないんですよ。でもイタリア料理を食べるようになりフランス料理を食べるようになり洋食を食べるようになりそれはワインが合うよねっていう形で日本の文化は変わっていったんですよ。なので日本米というのを輸出し続けて文化を変えていくっていうのをやると結局じゃあなぜ寿司というのが海外で受けてるか。寿司うまいんですよ。なので海外の寿司屋がタイ米で作ってるかっていうとそうじゃなくてカリフォルニア米とかジャポニカ米で作ってるんですよ。なので寿司美味しいよねっていうのはちゃんと分かってるので、なので日本米を使った別の料理っていうのを作るとこれはこれで美味しいよねっていう形で流通が増える可能性があるので、なのでカリフォルニア米に比べると日本のお米は高すぎるのでコスト問題は何とかするとして日本のお米というのをちゃんと輸出するとそれは美味しいよねってなるんですよ。なので多分アメリカの高級寿司屋だとカリフォルニア米じゃなくて日本の米使ってると思うんですよね。なのでジャポニカ米でカリフォルニア米もそれなりに美味しいんですけど、でやっぱりその日本のちゃんとした作ったコシヒカリですとか魚沼さんですとかやっぱり美味しいので海外の寿司屋もそういう形になるので日本米もちゃんと輸出をすると美味しいよねっていうので消費されるっていうのになるんじゃないかなと思います。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。